いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣り手学べるです。今回の授業はリーダーの長さです。リーダーの適正な長さについて一般的に言われる長さを具体的にまとめてみました。今回紹介する長さは目安となりますので、最終的な長さはお好みで調整されてみてください。さて、リーダーとはルアーを投げた時や魚がかかった時の急激な衝撃を和らげたり、障害物や魚の歯などの接触によるラインブレイク、糸が切れることを防ぐために道糸、メインラインの先に結ぶラインのことを言います。主にメインラインに PE やエステルラインを使用する場合に弱点でもある急激な負荷への耐久性や耐摩耗性を補うために結びます。メインラインがフロロカーボンやナイロンラインを使用した場合、メインラインがすでにリーダーと同じくらいの強度がある場合は、リーダーを使用しなくても問題ありませんが、例えばアジングで2ポンドのメインラインを使用するなど、極限まで細いものを使用したり、障害物が多い場所で釣りをする場合は、メインラインよりも強度があるリーダーをつけることもあります。リーダーを結ぶ作業は難しく面倒だと思ってしまうかもしれませんが、練習をして結べるようになっておきましょう。リーダーの長さが対象魚や状況などによって変わることを知っておくと、実際の釣り場で役に立つと思います。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきます。対象魚の体長 ×2 障害物が多い場所プラス30センチメートル、深い場所プラス60センチメートル、キャストの時結び目は外。それではこの4つについて解説していきます。本題に入る前に釣り場ですぐにわかる長さの目安を紹介いたします。日本人の平均身長170センチメートルを参考にさせていただきます。手でラインを握った状態を基準とします。そこから肘までがおよそ30センチメートル。ラインを握っている方の肩までが60センチメートル。その反対の肩までが90センチメートル。両手でラインを握って広げた長さが150センチメートルとなります。個人差がありますので、詳しい長さは実際に計測されてください。それでは本題に入ります。対象魚の体長 ×2 について解説いたします。例えばシーバスなど背びれが鋭い魚は、魚がかかってやり取りをしているときに背びれや歯にラインが当たって切れてしまう恐れがあります。そのような状況を防ぐために、最低でも対象魚の体長より長いリーダーを取り付けます。具体的な長さは一般的に言われる対象魚のランカーサイズを基準とします。シーバスの場合は80センチメートルとなります。リーダーの長さはランカーサイズの2倍が目安となりますので、シーバスの場合は80センチメートルの2倍で160センチメートルとなります。アジの場合はランカーサイズと呼ばれる尺アジは30センチメートルのため、その2倍の60センチメートルになります。メバルの場合はアジと同じくランカーサイズと呼ばれる尺メバルは30センチメートルのため、その2倍で60センチメートルとなります。障害物が多い場所プラス30センチメートルについて解説いたします。テトラタイやイソバなど障害物が多い場所で釣りをする場合、メインラインが擦れて切れるのを防ぐためにリーダーを長めに取ります。その長さの目安は対象魚に合わせた長さ×
2倍、それに30センチメートルを追加した長さになります。例えば、アオリイカの場合、ランカーサイズと言われる 1kg の場合、同寸がおよそ30センチメートルのため、その2倍で60センチメートル。さらに30センチメートルを追加して90センチメートルとなります。その長さはラインを握った手から反対側の肩までの長さになります。深い場所プラス60センチメートルについて解説いたします。リーダーにフロロカーボンを使うことが多いと思います。そのフロロカーボンは比重が重くライン先端を素早く水の中に沈ませることができます。そのため深いポイントでルアーやエギを操作したい場合はリーダーを長めに取ると操作がしやすくなります。その長さは障害物が多い場所であれば両手でラインを握って広げた長さになります。キャストの時、結び目は外について解説いたします。リーダーの長さはルアーをキャストする時の垂らしにも影響してきます。リーダーは結び目をロッドから出した状態でキャストします。結び目がトップガイドより中に入っていると、キャストした時に結び目がガイドに引っかかって切れる恐れがあります。ロッドの長さや振りやすさでリーダーの長さも調整しましょう。重めのルアーは長めでもキャストできますが、軽いルアーほど短めになります。今回の授業のまとめです。対象魚の体長×に魚がかかってやり取りをしているときに背びれや歯にラインが当たって切れてしまう恐れがあります。そのためリーダーの長さはランカーサイズの2倍が目安となります。アジの場合は尺アジ30センチメートルの2倍で60センチメートルになります。障害物が多い場所プラス30センチメートル、テトラタイやイソバなど障害物が多い場所で釣りをする場合、メインラインが擦れて切れるのを防ぐためリーダーを長めに取ります。その長さの目安は対象魚に合わせた長さに30センチメートル追加します。深い場所プラス60センチメートル、リーダーにフロロカーボンを使うことが多いと思います。そのフロロカーボンは比重が重くライン先端を素早く水の中に沈ませることができます。そのため深いポイントでルアーやエギを操作したい場合はリーダーを長めに取ると操作がしやすくなってきます。キャストの時、結び目は外、リーダーは結び目をロッドから出した状態でキャストします。結び目がトップガイドより中に入っていると、キャストした時に結び目がガイドに引っかかって切れる恐れがあります。ガイドの長さや振りやすさでリーダーの長さも調整してみましょう。この動画で紹介する表現に釣りって学べる独自の持論もございます。一般的な説明と異なる場合がありますのでご了承ください。釣りをする際は地球や人に迷惑をかけないよう必ずルールを守りましょう。以上となります。今回の動画が超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。